はい、皆さんこんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。今回の動画では人物の顔を描きたいと思います。以前よしアートチャンネルその後では彫刻の顔を描いたんですけれども、今回は人物の顔を描きます。この人物の顔というとですね、なかなか似ないとかね、いわゆるこのプロポーションだと思うんですけれども、正確に撮れないということで悩んでいる方ももしかしたらいるかもしれませんけれども、今回の動画では今までの正中線、それから目、鼻、口などを表す横の構造線、それにプラスアルファ、プラス V ですね。そのプラス V の要素を付け加えた描き方を皆さんにお伝えしたいと思います。この描き方を使えばかなり正確に形が取れるので、ぜひ試してみてください。この動画ちょっとね、伝えることが多いので長くなるかもしれませんけれども、動画の最後の方でまとめを皆さんにお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、このよしアートチャンネル、楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために画材の使い方、それから絵の描き方などさまざまなアートな情報をお届けしています。興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから高評価もいただけるととても嬉しいです。人物画を描く場合、まずモデルをどうするかということがありますよね。家族あるいは友人などに頼んでモデルになってもらえればよいのですが、なかなかそうはいかないですよね。その場合、写真を見て描くというのもありだと思います。推しの顔を描きたいとかいう人はもう写真一択ですよね。今はネット上にフリー素材がとても数多くあります。僕は今回そのフリー素材を使って人物の顔を描きたいと思います。ところで、そのフリー素材を選ぶ時のポイントなんですけれども、肌の中の明暗の差がはっきりしている写真を選びましょう。肌を明るく美しく撮るためにわざと光を正面から当てている写真が数多くあります。そういった写真の場合、どうしても肌の中の明暗の差がなくなってしまって逆に描きづらくなります。この写真は左上から光が当たっていて、肌の中にも十分な明暗の差があるのでとても描きやすいので選びました。では前置きはこれぐらいにして、実際にどのように顔のプロポーションをとっていったらよいのかということを説明していきます。まずはいつも通りこの写真をグレースケールに変換してみます。色彩の要素を省いたのでとても描きやすくなりましたね。正中線を描きます。こうして見ると少し顔が傾いているのが分かりますよね。次に正中線の2分の1のところに目の角度に合わせて線を引きます。今回は正面なので正中線とほぼ90度の角度で交わっている線ということになります。この写真ではちょうど上まぶたの位置とぴったり合っていますね。次に先ほど描いた上まぶたの線と顎の間、ちょうど2分の1のところにまた線を描きます。これで鼻の下側の位置も決まりましたね。ここでいよいよプラス V の登場です。鼻の下側を決めた線と正中線が交わった一点から左右の目尻に向けて線を引きます。さて、ここで重要になってくるのが、この斜めの線の角度がしっかりと正確に描けるかどうかというところです。写真と同じ角度の線を紙に描いてみてください。この黄色い点は斜めの線と目尻が接している点です。なので目尻の位置を表す点なんですけれども、鼻の位置のこの点、
まぶたの位置を表す横の線と斜めの線の交点のこの点、そして目尻の位置の点、この3つの点の位置関係を掴んでください。このプロセス、ちょっとめんどくさいと思うかもしれませんが、なんとなく漠然と顔の輪郭を描いて正中線、目の構造線を描くだけで目の位置を決めるのと比べるとかなり安定しているというか、正確に目尻の位置が決められるはずです。今度は目頭の位置なんですけれども、こんな感じで目頭と目尻を結ぶ直線で捉えてみると良いですね。ちょっとつり目だったり、あるいは垂れ目だったり、その人の個性が一番現れるところです。それから多少個人差はありますが、左右の目の間、その間隔は目の幅とほぼ同じ、そして鼻の幅ともほぼ同じということも覚えておくと良いと思います。顔の輪郭は正中線の長さ、それから目の大きさなどが決まっていますから、それをもとにしっかりと捉えましょう。輪郭と V の字の左右の斜めの線、それが交わった交点、その左右の交点を結んだ線が眉毛のどこに接するか、これもね、しっかりと見ておくと眉毛の位置と形を描くために大いに役に立つと思います。最初こんな風に描くのはね、めんどくさいと思うかもしれませんけれども、急がば回れではないですけれども、まずは落ち着いてこういう風にしっかりと形をとっていった方が後々楽にしっかりと描くことができます。では実際にこの手順で描いてみます。まずは頭頂部と顎の位置を決めて、そしてそこに正中線を描き入れます。わずかに右側に傾いていましたよね。頭頂部と顎を結んだ正中線の2分の1の場所を求めます。そこに目の角度に合わせた構造線を描き、さらに2分の1の場所を求めます。大まかではありますが、これで鼻の位置が決まります。そこを起点に V の字ラインを写真と同じ角度で描き、先ほど描いた目の構造線との関係から目尻の位置を求めます。さらに目頭の位置も描きます。今まで描いた線をもとに顔の輪郭を描きます。その輪郭をもとに眉毛の位置を決める構造線を描きます。手の形や髪の毛の形なども徐々に描き入れていきましょう。目頭と目尻の位置を結ぶようにまぶたの形を描き、そして鼻の形、唇の形なども描いていきます。はい、いかがでしたでしょうか。これぐらい形がしっかり取れていれば、あとは微調整でなんとかなりそうですよね。では今一度写真の方に戻って面と明暗の変化を見てみます。まずは顔の正面と側面の境目、両線がどこにあるかです。おでこ、頬骨、そして顎へとつながっていますね。正面を明るく、側面を暗くしましょう。今度は鼻の正面と側面がぶつかる両線、この位置を確認します。同じように正面を明るく、そして側面を暗くします。鼻の下側の面、唇のすぐ下、そして顎の下側の面はさらに暗くなります。眉と眉の間、そして下まぶたの下側などはわずかに暗くなりますね。今度は明るい面の中でも一番明るいハイライト部分です。おでこ、上まぶたの上、そして鼻の正面などがそれにあたります。これは光源からの光の方向を示す矢印です。
では明暗をどんどん変えていきます。顔の形を起こす時なんですけれども、頭蓋骨、骨ですよね。それからその頭蓋骨の上にどのような筋肉がどういう形でどういうふうについているかなどの知識が前もってあると描きやすいと思います。そういった知識がないとどういう形なのかってことをただひたすら見て描くだけですよね。でもそういった知識があれば、ここはこういう形になるはず、あるいはここはこういうふうに形が見えるはずということの確信を持って描くことができるので、非常に早く楽に描くことができます。ということで、骨の形、筋肉の形などを今からしっかりと覚えてみてください。さあ、ここら辺で背景の方にもね、色を塗っていくんですけれども、今回写真がかなり全体的に見るとね、暗いじゃないですか。ということで、僕は普段ステッドラーの鉛筆を使ってるんですけれども、今回は 7B、8B、9B、そして 10B までね揃えてみました。で、いろいろ使ってみたんですけれども、個人的な感想なんですけれども、10B だとちょっと芯が柔らかすぎて、とにかく書いてる最中にポキ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 折れちゃうんですね。で、僕は 8B ぐらいがちょうどいいかなというふうに今回思いましたね。かなり、暗い色もね出ますし、それでいてそんなに芯もポキポキ簡単に折れないっていう感じで、8B が主に使ったっていう感じですかね。髪の毛のツヤもしっかりと描いていきたいですね。髪の毛、背景などがかなり暗くなってきたので、ここでバランスを取るために、目の黒目の部分とか、それから肌の中での暗い部分もちょっと暗くしています。先ほど髪の毛とか背景には主に 8B を使って描いたというふうに言ったんですけれども、肌の中はね、今まで通りというか、2H とか HB とか F とか 2B とか、そういったね、いろんな鉛筆を使い分けています。とにかくいろんな鉛筆を使い分けて、明暗のバリエーションをしっかりと増やすということを心がけています。肌の中の微妙な明暗を調整するときに練り消しを使って少し明るくしたりするんですけれどもね、そういった時には練り消しはもはや消すという道具ではなくて、白い鉛筆、そういう感じに使っていけるといいかなというふうに僕は思います。
がでしたでしょうか。今回の動画ではよしアートチャンネル流の人物の顔の描き方をご紹介しました。動画なので、しかもね早送りですから、見てるとあっという間になんかこうね進んでしまって、何がどうなってるのみたいなね風に見えたかもしれませんけれども、やってること自体はそんなに複雑なことではないです。ですからね、ぜひとも今回のこの書き方を、皆さんのこれからの制作に役立ててくれればなというふうにね思います。はい、さて今回は人物の顔を描いたといってもね、正面の顔を描きましたよね。では実際にその顔が斜めだったり、少しちょっと横を向いていたり、あるいは顔を上から見下ろす、あるいは下から見上げた場合はどうなのかっていうことなんですけれども、それはまた次の動画でねお見せしたいと思います。はい、というわけで、今回の動画はこれで以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。